晴れた日にはオスティアのローマ市民は広場の近くの長い石のベンチに座っていることもありました。友人や隣人は情報共有や噂話をしながら急ぎの用事を済ませていました。この公衆便所には一度に20人のローマ人が座ることができ、排泄物は下の水道管に排出されました。現在多くの文化ではトイレに行くことはもっとプライベートなことです。しかし一人で行った場合でも共有する下水インフラは人類の歴史上最も重要な発明の一つです。古代の宗教書には飲み水や居住地から排泄物を遠ざけようとの指示が多く書かれていますが、排泄物の整備は紀元前3000年頃にはより馴染みのある形になりました。古代メソポタミアの集落では家の中の最も隠れた部屋にしゃがんだり座ったりするための粘土製の構造物がありました。これらは流水を利用したパイプに接続されており、排泄物は道路脇の水路や汚水溜めに流されました。青銅器時代にはこのような水のインフラが発達し、インダス川流域の一部ではほぼ全ての家にトイレがあり、都市全体の下水システムに接続されていたといいます。古代クレタ島の宮殿では手動による洗浄もありました。このような初期の下水道システムが生まれたきっかけは不明ですが、公衆衛生上排泄物の整備は不可欠です。未処理の下水は危険な微生物の温床となります。コレラ、赤痢、腸チフスを引き起こします。科学者が下水と病気の関係を完全に理解するのはその数千年後ですが、紀元前100年頃には下水の汚臭と病気との関連が記録されています。紀元100年頃にはより複雑な衛生設備が登場しました。ローマ帝国では排泄物を城壁の外に運ぶために常に水が流れている水道橋がありました。同時代の中国の王朝にも個人用と公衆用のトイレがありましたが、排泄物はすぐにリサイクルされていました。ほとんどの家庭のトイレは豚小屋に送られ、公衆便所の排泄物は汲み取り業者に収集され肥料として販売されました。中国ではこの排泄物処理の伝統が何世紀も続いていましたが、ヨーロッパではローマ帝国の崩壊により公衆衛生は暗黒時代に突入しました。ゴングと呼ばれる落とし穴式の便所が一般的で、寝室用便器の中身はよく道路に捨てられました。城では高い窓から共同汚物溜めに排泄物が捨てられました。夜になるとゴング農夫たちが排泄物を積み込んで市街に排泄物を捨てに行きました。ヨーロッパの不衛生なやり方は何世紀も続きましたが、便器そのものは大きな変化を遂げていました。中世末期にはほとんどの裕福な家庭は木製の箱に座面と蓋がついた便器を使うようになります。イギリスの王宮では王の便器の管理はグルーム・オブ・ザ・スツールという官職が王の腸の健康状態を監視するだけでなく、王との親密な関係から驚くほどの影響力を持っていたのです。次にトイレの技術が大きく進歩したのは1596年です。ジョン・ハリントン卿が最初の近代的な水洗トイレを設計しました。エリザベス女王のためにです。排水を促すレバーと便器を空にするための弁は現代のデザインに通じるものがあります。しかしハリントンの発明品は下水の匂いがしました。幸い1775年スコットランドの発明家アレクサンダー・カミングは匂いを抑え水をためるため排水管に曲げ目をつけました。 S 字トラップはトーマス・クラッパーによって現在の U 字型に改良されましたが、クソ・クラップという言葉はこの発明者よりも数世紀前に生まれたものです。19世紀に入ると多くの都市で近代的な下水道インフラや下水処理場が整備され、現在トイレは豪華なものから耐久性のあるものまで様々なものが登場しています。しかし未だに約20億人の家にトイレがありません。さらに22億人の人々は排泄物を適切に処理する施設がなく、これらの地域の人々は様々な病気のリスクにさらされています。この問題を解決するには新しい衛生技術を開発し、一連の衛生管理に不公平感をもたらしている行動的、財政的、政治的な問題に対処する必要があります。魅力的な歴史、宇宙空間の冒険、
幻覚を及ぼすような哲学、体に関するありとあらゆる質問に対する答えなどなど、このチャンネルに登録して好奇心をキープしよう。